私が若い頃参加したアイザック・スターンのマスタークラスで心に残っている言葉があります。彼はいつも Why? なぜ自分はこの音楽を弾くのかを常に忘れてはいけないとおっしゃっていました。それからもう一つ May I play for you? 弾かせていただいてよろしいですかではなく Listen to me これが私の音楽です。聴いてくださいという姿勢で演奏をしなさいというものでした。私が音楽を弾くのになんでいつでもなんで弾くのかっていうのを考えていなくちゃいけないかと思って少しいぶかしげに思って余計その言葉が私の心に残っています。私は今高齢の両親のことで短期間日本に滞在しています。角三郎先生の同窓生が弾いているアマチュアオーケストラが実家の近くでコンサートをなさったので聞きに行ってきました。これがそのプログラムです。恥ずかしながらアマチュアオーケストラを聴く機会っていうのは今までに私はほとんどなくて、どんな感じなのかなと思って想像もつかない感じで足を運んだんですけれども、結論から言うととってもいい演奏会でした。そのプログラムの組み方なんかもレオノーレの3番、ボロディンの未完成交響曲の3番、ベートーベンの英雄と3番を掛け合わせて、それで珍しいボロディンの曲を弾いてらっしゃいました。日本のアマチュアのオーケストラっていうのは程度が高いんだなと思って聞いていました。その演奏前に角先生の同窓生の方とお話しする中で、この英雄の第二楽章は戦争で足を傷ついた兵士の創造交響曲であるということを聞いたんですけれども、ただこれは後世のプログラムノートや評論で語られた解釈の一つで、歴史上の記録ではないようです。第二楽章の正式なタイトルは、ある英雄の死に寄せる創造交響曲。つまり特定の人物の物語ではなく、戦争や暴力に倒れていく象徴的な英雄の死を悼む普遍的な音楽です。でもベートーベンっていうのは生きた時代に周りがいつでも戦争してて、ナポレオン戦争の真っ只中で1805年、1809年にはウィーンが実際に砲撃占拠されて、彼が耳を守るために枕を頭に押し当ててシカゴに避難したという記録があります。ベートーベンは生涯の中で何度も戦争の気配を間近に感じながら生活し、作曲を続けていました。例えば数十キロ先の町で戦いが起こっているのに、あれほどの音楽を書き続けた。彼はそれの中でも成し遂げた。私は今日そんな演奏を聴きながらそのことを改めて思い出しました。アマチュアオーケストラというのは他に仕事があって、オケが好きで音楽が好きでやっていらっしゃる方ですから、やっぱり音楽に対する姿勢っていうのがちょっと違うのかなと思いました。この英雄を清居ホールの室内管弦楽団、私は2年前に卒団して23年ぐらい弾いていましたけれども、この英雄も何回も弾いたことがありますけれども、私はなぜと思ってこの曲を弾いたことがあったかな、それとか自分はただ音を並べて弾いてただけじゃなかったかとか、そんなことを思いながら聴いていました。それから皆さん、この5年前というのは今まで起こったことがないことが世界で起こって、コロナが起こって自分たちは自由を奪われて、外出も制限しなくちゃいけなくて、マスクもつけ続けなくちゃいけないっていう生活を強いられました。誰も経験したことのない抑圧された感じの世界の中で、私はちょうどショストコーヴィッチのソナタを弾いていたんです。
それで私はショスタコーヴィッチではちょっとこう苦手な作曲家で、なんであんな曲を書きたいんだろうと思ってましたけれども、この抑圧された何とも自分ではできないっていう状況を体験して、妙に彼の音楽に親近感を覚えました。今年の9月頃、私の大学の同僚のウクライナ系アメリカ人のサクソフォンの先生がリサイタルをなさって、その時現代のウクライナ作曲家の作品を演奏しました。その演奏会で彼は、テキストとかで連絡を取り合って、ウクライナではつい先週もコンサートが行われたって、そういうことを彼は言ってました。そのわずか数週間前に私たちはキーウに爆弾が落ちたことを知っていたので、彼らはなおそんな中でも音楽をやめないっていうことにとってもびっくりしました。夏にスロバキアで私が以前ウクライナで演奏して、またマスタークラスをしたウクライナの音楽院の方にちょうど再会したんですけども、彼らも戦時中でも音楽活動はいつものように続けているっておっしゃって、すごいなと思って強い感銘を受けました。そしてもう一つ、戦争の中で音楽を続けるという点でもう一つ思い出したエピソードがあります。昔どこかで読んだ記憶があるんですけれども、アイザック・スターンは空襲警報の中でも演奏を続けたという有名な話があります。1991年、湾岸戦争の最中、イスラエルフィルの演奏会の中に突然警報が鳴り響いて、聴衆はガスマスクをつけて、演奏者たちは皆避難を始めたんです。ところがスターンは一人だけ舞台に逆に戻って、なんとバッハの無伴奏を弾き始めたそうなんです。遠くで爆撃音が引く中で、聴衆は息を潜めて、それでガスマスクをつけて彼の音楽に耳を澄ませたって、そういう話が残っています。だからスターにとってっていうのは、音楽っていうのはやめるものではなくて、その時にはその時でも続けるもんなんだなと私は強く感じました。その姿勢っていうのはやっぱり、そのアイザック・スターンが最初に私のマスタークラスで言っていた Listen to me という堂々とした精神そのものなんだと思います。なぜ弾くのか、この年になってなんとなくようやく分かってきたような気もします。今日の演奏会、英雄のこの映画流れる頃には、私は今携帯しか持ってないんで、エディットがどれだけできるか分かんないんですけど、英雄の第二楽章を聴きながら、そんなエピソードなんかも思いながら、私はアイザック・スターンさんの言葉の意味がこの年になってちょっと分かったような気がします。今日の演奏会も音楽に対する姿勢というものに私はとっても感動しました。絵を描く人は絵を描いて、文章を書く人は文章を書いて、私にはあまりバーリンしかありませんから、バーリンが表現手段なんですけども、誰かに分かち合いたいとか、心を分かち合いたいって、そのために音楽があるんだなと思いました。ジュリアードで私が博士を取るまでに5年かかりました。長い年月が必要で、途中で嫌になってしまったこともありました。そうすると母がいつも、好きならやりなさい、そうじゃなかったらやめなさいっていうそう言われたんですけど、好きならやる、結局のところとっても好きな言葉だとは思うんですけど、音楽をやる意味っていうのはそこに尽きるかなと思います。この頃 YouTube でもクラシック音楽は衰退してるとかしているかとかいう表題をよく見ますけれども、全部それを見るわけじゃないんですけど、最近私は科学者である夫と
音楽と脳という研究を続けていて、そのインタビューでも思わず私はクラシック音楽は衰退しているのかもしれないから、科学的にその音楽が脳にいい影響を与えているということがはっきり証拠としてできたら、みんながもっとクラシック音楽を見直すんじゃないかっていう、そんなインタビューを私はしたんですけども、今日のアマチュアのオケを聴いている限りには、クラシック音楽はまだまだ必要とされてるし、それに深く人の心に届く力を持っていると思いました。今日はちょっと取り留めのないトークで、いつもと違うトークになってしまいましたが、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ではまた次回にお目にかかりましょう。